中国物語です。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。いつもコメントいいねもありがとうございます。浮遊で特権を持つ中国のナショナリスト学生グループが、ロイヤルカレッジ・オブ・アートなどのエリートアートスクール出身者で、マルクス主義と脱色民地化を名目に、ブリックレーンの地元の草の根、アーティストたちが作成したストリートアートシーンを破壊しに行きました。これ以上に皮肉で残酷なことはあるでしょうか。少し前、具体的には先週、一軍の中国留学生がロンドンの東部にある有名なレンガの小道で、中国社会主義革新価値観という24文字を塗りつけました。このロンドンでも有名なグラフィティの壁のある小道です。彼らはこの24文字を塗る前に、もともとあったグラフィティを白い塗料で覆い隠し、その後に中国社会主義革新価値観という24文字を赤い文字で描いたそうです。これは8月5日に起こった出来事です。そして8月6日からこの場所は二次創作の拠点となりました。二次創作とは元踊り地あるものの上に他の人が描いたり描いたりすることを指します。多くの正義感のある人々はその24文字の前にノーを付け加えました。ノー文明、ノー愛国、ノー軽業、ノー和解。すべてにノーを付け加えたのです。その後、ロンドンの市当局はその壁全体、元踊り地の中国社会主義革新価値観や二次創作の部分を塗りつぶしました。その後、様々な人々がレンガの小道にやってきて再び創作を行い、今日までその創作は完全には終わっていません。言い換えれば、この出来事は収束しておらず、しばらくの間はこの場所が中国政府への不満を表現する場となり、人々がここで感情を発散する場となる可能性があります。中国の留学生たちは、それを芸術からナチスの宣伝に変えました。抵抗する人々は、ナチスの宣伝を反ナチスの宣伝に変えました。自由な世界の人々は、それを反ナチスの宣伝から自由な世界への呼びかけ、憧れ、闘争へと変えました。この壁はわずか数日の間に、芸術、醜さ、怒り、憧れと呼びかけの4つの段階を経験しました。この場所は、中国社会主義革新価値観と塗りつけられる前に、多くのアーティストがグラフィティを描いており、いくつかの遺作もありました。最後の作品を描き終えたアーティストは亡くなってしまったのですが、そのためこれらの作品は囲まれてレンガの小道に残されていました。これらの遺作も中国の留学生たちによって塗りつぶされ、歴史的に価値のある多くの作品が白い塗料で覆われ、その上に24文字の大きな赤い文字が描かれました。これらの24文字は中国の社会主義革新価値観を表しています。これらの24文字は中国人民を代表するという主張は全くのでたらめです。すべての中国人はもしも彼らの良心が失われていなければ良心に従って考えるでしょう。これらの24文字は中国共産党のイデオロギーや思想形態であり、中国人民の意識形態ではありません。私は皆さんに私自身の見解をお話ししましょう。世界のほとんどの人々、特に海外で生活している多くの中国人たちの目には、中国共産党は現在のナチスと変わりありません。両者とも独裁的な政権であり、戦争を扇動して独裁者自身の利益を追求しようとしている政党です。正確に言えば、中国共産党は朝鮮以外の世界中で唯一現存するナチス政党です。世界中のどの場所でも、公共の場でナチスのスローガンや規定が壁に描かれたら、
正義感と良心を持つ人々によって塗りつぶされるでしょうか。では、このグラフィティを描いた留学生たちについて話しましょう。彼らの行動が本物の悪意なのか、偽りの悪意なのか、洗脳された結果なのか、意図的な行動なのかは分かりません。8月7日、この行動の主要な発起人である一スズメという名前の人物は声明を発表しました。彼は自分がネット上で攻撃を受けていると主張し、ネット暴力をしないでくれと言い、自分は政治的な立場を持っていないと主張しました。ただの外食を盗んだ人物の言葉を個人的には信じていません。中国国内には中国共産党によって完全に洗脳された多くの人々が存在しています。国民の観点から言えば、それは国民の不名誉なものです。なぜこういうのかというと、これらの人々の行動が、海外の中国人、海外の華人、そして中国人に似た外見を持つアジア人全般に対して、世界中で差別や攻撃を受ける原因となるからです。